これが途中まで描いた絵です。すでに一部は完成していますね。今日はなぜ絵がリアルに本物みたいに見えるのかというお話をします。それはズバリ脳が錯覚を起こしているからだと思います。では絵ができていく様子とともにその意味をお話しします。まずは下絵から。これからのお話はある記事と文献を参考にした上での私の独自の考えです。あくまでも個人的な考えなので皆さんのコメントをお待ちしています。まず大前提として絵がリアルに見えるためには必ず必要なものがあります。正確な形、正しい色、正しい光と影の関係です。そもそもここが崩れていると人の目はリアルとは感じにくいと思います。でもこれらが正しくともリアルには見えない絵ももちろんあります。例えばこういう絵ですね。これらの絵とリアルに見える絵にはどんな違いがあるのでしょうか。それは情報量です。どういうことでしょうか。詳しく説明していきます。興味深い記事があったので参考にします。人間は見たものを写真のようにそのまま記憶することはできません。見たものを記憶するときにはその情報をかなり省いています。実物はあまりにも高解像度なので低解像度にして保存するという感じです。こういうことでしょうか。大体の色や形と特徴的な部分だけが記憶に残ります。そういうフィルターをかけて脳が情報処理をする負担を減らします。細かなところまで全部覚えてしまったら頭がパンクしますよね。そのことを示すのが記号絵です。例えば家の絵というとこういう絵を描きませんか？でもこれって実際には存在しない家ですよね。また人の顔を描くというとまずはこんな感じになるのが普通です。でもこんな顔の人が現実にいたら恐ろしい。それこそホラーですよね。でも人はこれらの絵を見て家や顔と認識できる。それはなぜかというと言葉と連動しているからです。家という言葉と家の記号がつながっていてカテゴリー化されて保存されている。そういったカテゴリーが脳の中には無数にあります。そして何かを見たときにこれはあれだなとすぐに処理をする。こうして見たものを自動的に仕分けをして脳への負担を抑えます。つまり人間の記憶の中にある画像はカテゴリー化された情報が少ない低解像度なものです。ここからは私の独自の解釈です。一方写真には隅々まで細かな情報がたくさん載っています。普段人間が覚えるときに省くような細部まで全部載っています。そういう情報があるものを見たときに人の脳は写真や実物として認識します。細かいところまで全部見えるものは写真や実物だと脳は判断しているわけです。リアルな絵には写真や実物と同じぐらい正確な情報がたくさん載っています。なのでリアルな絵を見たときに脳が混乱します。記憶によるとこれは写真か実物のはずなんだけどあれという感じでしょう。これが脳の錯覚です。脳が普段省いている情報が再現されている絵。それに錯覚を起こしてリアルと感じるのではないでしょうか。そして今まさにその情報をせっせと書き込んでいます。ということで絵ができました。どうですか？本物みたいですか？もしリアルに見えたらあなたの脳は今バグっているのかもしれません。ちなみにリアルな絵を描く人は脳の使い方がかなり特殊らしいです。次の機会にそのお話をしようと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。今回の動画についてぜひコメントをください。この動画が面白い、ためになったと思ったら高評価ボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。